どうですか、だいぶ戻りました、緩和。だいぶ最初に比べたら戻っていると思います。どの辺がですか？この辺がなんかどうなんですかね、ちょっとずつ感じをちゃんと回せてなかったっていうのが一番かなって思います。具体的に無理やりまあこの辺も無理やりハンドルでこう感じを回していこうかなって思ったけど、ハンドルでこうやって上げていくような感じでずっとこうやってそれハンドルで。それは何が原因だったんですか？これはなんでしょう、風が回せてなかったけん、曲げようとかうまくラインを取ろうとかそうですねっていう感じになってたっていうことですかね。タイヤで曲がろうってしよったんだと思います。それをどういう意識に変えた感じなんですか？その間が開かなくてもなんかこう新しい感覚が見えた時に欲張ってしまって思ったように走れなくなって、それを元の感覚のところまでで戻すっていう時もなんかすごい重要な気がするんですよね。なんかその自分が見えなくなってる時というか、そのあるじゃないですか。やっぱり俺特にあります。特にありますよね。めちゃくちゃあります。そうですよね。だからそこすごいなんか大事かなっていう気がしますね。何を辿っていって元の自分の状態をこう取り戻せたっていうか。感覚的には、やっぱり一番最初にやっぱ動画を確認しました。動画を。動画を見るとやっぱりちゃんと荷重が回せてる時はタイヤを4つ使えてるんですよね。でこの前まではなんかタイヤ3つぐらいで走ってたなんかイメージがあって、なんかフロントタイヤが使い切ってない。ハンドルは切ってるのに、切ってるけど外側のこのタイヤ、外のタイヤだけでなんか曲げてた、なんかそんな感じのイメージ。なるほど。この辺もずっと外側のタイヤだけで。そうですね、外側のタイヤで曲がってる感じがしましたね。やっぱ他の人の動画とか自分の動画見て、なんでだろう、やっぱりフロントをまず抑えて走ってる。リアタイヤだけで走ってて、フロントの舵はハンドルを切るので舵を切るんですよ。なんでフロントタイヤが使えてないんで、使い方向にもいかないし曲がらないし。フロントタイヤを横に使うってやつですね。そうですね。横に使うためにはその手前がまっすぐ転がってるのをいきなり横に使おうと思ったら使えないからですね。なんでもちゃんとフロント両方ともタイヤを使うためには、ちゃんと舵をちゃんと手前からですね。手前から左タイヤでちゃんと使ってやらないと、舵も回らないし、その後の舵も取れないし。それはでも知識としてはあったわけじゃないですか。少しあったんですけど、なんだろう、忘れてた感じが。もうハンドルで一生懸命こうやってこうやって曲げようかなって。なんでもうめちゃくちゃアンダーも出るし、曲がらんし。無理した後は自分のコントロール下に車がないですもんね。効かないです。なんでも行っちゃったと思っても、もうぶつかるしかない。タイヤがちゃんと4つ使えてればこの辺ももうこうやって今みたいに使えたんですけど、そうですけど4つついてればやっぱ当たると思ったらやっぱアクセルで逃がせるし、ブレーキで伸ばせるし。一番意識してるところはどこですか、今の時点で。今の時点で意識してるのは、今フロントタイヤですね。フロントタイヤ。フロントタイヤの、
内側、内側、はいはいはい、内側だとこの左のフロントタイヤ、うん、左であとのフロントタイヤ、はもうフロントを押さえつけるっていうイメージで、本当だと右側のフロントタイヤ、はいもうコーナーに入る手前の、んもう舵をフロントに回す時点での内側のタイヤを、うんうんうんこの辺も内側のタイヤを意識すれば、うん、なるほどですね。でそうするとちゃんと荷重が勝手に回ってくれるので、こうやって後ろを、はい、車の向きが勝手に変わるんで、そこからアクセルで、なるほどですね。はい、まあ、内側のタイヤが横に使ってる感じっていうんですよね。はい、今、すると車が進行方向にロールするので、はい、そのロールも使えますよね、走ってるとき。そうですね、ロールさせてる状態で、実はあとグリップで走るんだったらもう外側のタイヤが、下前後ろ使えるので、ここでもう荷重が抜けることも多分ない。なるほそうすると次のコーナーへのアプローチも、アクセルを踏んでいける。なるほど。アクセルちょっと早めに踏めるようになる。黒の向きが早めから入る。ブレーキがちょっとぎこちないように見えるのは気のせいですか？多分ブレーキめちゃくちゃ下手くそこれは多分なんでですか？サボってた件です。ああ、サボってた全然ブレーキなんかちょっとぎこちない。これはまたちょっと設定し直さないと。なんか止まる、減速するためのブレーキなのか、荷重をコントロールするためのブレーキなのか、基本荷重をコントロールされるっていうことですよね。にしてはなんか減速するためのブレーキングなっちゃってますよね。になってるような感じがしますね。だからそのねじれていくところでのピッチングのコントロールをブレーキでやってる感じじゃなくて、一旦ブレーキをかけてピッチングをした後に曲げていくような感じになっちゃってるっていうんですかね。ブレーキングが終わって頭を入れ込んでいくのか、コーナーにアプローチしながら車がねじれていくのところでピッチングをコントロールして、その車のねじれ方をコーナーの R に合わせていって曲げていくのかっていう感じっていうんですかね。一旦右左前グッて、今は良かったですね。ねじれてきましたよね。ねじれてきましたよね。のブレーキングじゃなくて減速してるためのブレーキングの姿勢みたいな。今いいですね。すみません。ブレーキってちょっと意識が強かったの。ねじれてきますね。ちょっとそのブレーキングでピッチングのコントロールをしながら車をねじっていくっていうのが荷重移動をコントロールするためのフットブレーキですよね。今のもちょっとブレーキ減速するためのブレーキングのピッチングだったですよね。1部屋も1部屋ですね。だから別々の流れになるというか、一旦前にギューンってなって、それからハンドルを切り込んでいくみたいな状態なのか、ブレーキング入れながらちょっと頭をこう入れ込みながら車がねじれていくのを手伝うためのブレーキングのコントロールで姿勢を作るのかっていうのが違うのかな。だから別々の動きが出てるのか、一つの流れの中にステアリングでねじっていく動きとブレーキングでねじっていく動きを使うのか。いいですね。
ああそっか。今のはちょっと迷いましたね。あれ今あれって思ってあれ今ちょっとなんか自分でもまあ、わざとなんでしょうけど、今のちょっとは。考えながらどっちかなーって、いつもどっちの感じでブレーキしてるかなってちょっと考えながら今、ちょっと待って。だから手前のなんですかね、荷重の流れの準備っていうんですかね、はい、準備から例えばこれ左から右に移すところから考えていかないといけないですよね。これも右から左に移すところから考えていきながらいかないと、そうですね、ブレーキとステアリングでねじるっていうのを一緒に使ってねじりながらコーナーにアプローチするっていう状態にはならないですよね。一旦減速してギューンって前が下がって減速して、それから切り込んでいくっていう、そう。ああそっか。確かにその、まあ、さっきの話で内側のタイヤを使うってなった時には、それでも当然そのピッチングをちゃんと使ってコーナーに入らないよりは使えるようにはなるとは思うんですけど、あくまでも車は一つの塊で曲がる姿勢にねじってあげると、勝手にコーナーは車は曲がっていくので。から左から右の流れをちゃんと作ってあげて、ブレーキングでねじり込んでいく、そうねじり込んでいくと、アクセルをグーって入れると曲がっていく。ああ全然不思議です。そうするとブレーキどんくらいだったかな、どうだったかなじゃないでしょう、使い方が。姿勢を見ながらのコントロールになるから、そんな意識しなくてもよくなるんじゃないかなっていう気がします。いいですね、いい流れになってきましたね。取りやすいそうすると次着地もスムーズにねじれて入っていくから、グッて右後ろにアクセル入れたら荷重が回るから、リアタイのグリップも上がりますよね。旋回もしやすい。それをもう一回オーバースピードで入り気味でブレーキングしてコーナーに入る感じを一回やってみてもらっていいですか。そんな感じでしたよね、さっきまでは。そうですね、だからコーナーを曲がれるスピードまで減速するために一生懸命ブレーキをギューって踏んで、スピードを落としてで曲がれるスピードまで落としたら曲がるっていうような動作になってた感じっていうんですかね。じゃなくてもこの辺からグッと車をねじるためのステアリングであり、ピッチングをそれに対してコントロールするためのブレーキングでありで、自然にねじれていくと左の内側のリアタイヤも荷重が抜けやすくなるから、オーバーステアも作りやすくなり、コントロールしやすくなりますよね。そういうところ、前は感じてたんじゃないかなと思うので、なんかタイヤのグリップ感を思い出してきました。そうですね、ちょっと早く感覚戻してもらわないと体調にやられそうなんでやばいっす。やばいです。ジャースって言わすですジャースいい感じですね。結局この辺がちゃんとコントロールできないとドリフトしても、コントロールできないと思うので、ちょっと頑張ってみてください。